16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は頚椎症性神経根症の患者様がやってはいけないことを教えたいと思います。神経根症の人がやってはいけないこと、 NG なことについてお話したいと思います。ここに三大悪条件と書きました。世の中いろんなもの三大条件っていうのありますけど、三大悪条件っていうのはあまり聞かないと思うんですね。悪い方の条件を知ることでそれを回避予防してあげればいいわけです。首の神経根症にとっての悪条件は3つ。不良姿勢、悪い姿勢、冷え、首の負担ですね。不良姿勢っていうとどんな姿勢を思い浮かびますか？はい、やはりスマホ首ですかね。スマホ首ですね。スマホ首のみならずうつむく姿勢が長時間だと首に負担がかかります。どうしたってうつむく仕事ってたくさんありますね。パソコンを打つとき、書くようなお仕事の方、家事などでもどうしてもうつむくこと多いです。また、上を見上げる姿勢、お母様がうがいをする、目薬を入れる、まさにこれ上向きの姿勢じゃないですか。これによって首の後ろのトゲや椎間板ヘルニアが神経を圧迫してしまって片手の症状が出るということが起こりやすいので、上向き姿勢もとっても注意してほしいんですね。では2番目、冷え。冷えと聞くとどんなことを思い浮かべますか？夏場のクーラーで冷えるっていう感じですそかね。の通りです。冬はですね、結構注意しています。こんなことをやったら首が冷えて症状が出やすい。一方で真夏の暑い時、どうしても外から帰ってきて急いでクーラーの部屋に入って気持ちいいって思いますけれども、そのクーラーが効きすぎてしまったり、扇風機などの風が直接首に当たったり腕に当たったりすると、この神経根症悪くなるんですね。冷えすぎる、注意しなければいけません。最後に首の負担。どんな姿勢、どんな仕事の方が首に負担かかると予想しますか？やはりその重い荷物を運ぶ時とかですかね。まさに、宅急便であったり家の家具を運搬するなど重荷を持つっていうのは容易に想像つくと思うんですが、実はそれ以外にもスポーツでも結構障害が起こるんですよ。スポーツだとどんなスポーツが首に負担になると思いますか？やはり激しいスポーツを思い浮かびますね。ラグビーだったり、アメフトみたいな。確かにね、首にガーンと衝撃の来るコンタクトスポーツ思い浮かぶかもしれないんですが、もちろんそれは注意しなければなりません。アメフト、ラグビー、サッカー、またはダンスも結構激しいダンス多いじゃないですか。首を床に置いて回したりとか、そういうダンダンダンっていう衝撃のあるようなダンスも注意です。一方でヨガって聞くとどんなイメージですか？ヨガは逆に姿勢が整っていいイメージがありますけど、そうですね。大半のヨガポーズは首にいいんですが、一つだけ注意してほしいのが頭を床に置いた逆立ちの姿勢ですね。倒立姿勢、これはぐーっと首に軸圧がかかりますので、首に神経根症を持っている方、変形性頚椎症、頚椎椎間板ヘルニアの方は頭を床に置いて体重を乗せてしまうような姿勢だけはどうぞご注意ください。どうですか？やっちゃいけない姿勢、理解していただけましたか？はい、よくわかりました。お母様にぜひ伝えてくださいね。あともう一つとっても重要なこと、お母様はどんな枕を使っていますか？母はですね、このような柔らかそうですね。使ってます。これではですね、寝てる時に首がぐらぐら不安定になってしまうんですよ。寝てる時に神経根症の方は症状が増悪、悪くなるとも言われています。それがすなわち合わない枕を使っている時に起こるんです。往々にして柔らかい羽毛の枕やウレタンなど高さの合ってない枕、凹凸の枕で容易に症状が起こります。寝る姿勢を整えて首がぐらつかないように
スムーズに寝返りが打てるようになると神経根性改善します。そのために必要な枕の3大条件をお教えしておきましょう。まず一人一人の体格に合った高さ、そして表面は平ら、凹凸がないこと、それと適度に硬くて頭を乗せても頭が沈み込んだり首がぐらつかないこと、このような枕を使用していただければお母様の神経根性も改善する可能性もあります。予防のためにも治療のためにも適切な枕とっても重要です。どんなに日中いい姿勢を心がけても夜間寝てる6時間7時間悪い姿勢をとってしまったら元の木阿弥ですよね。ですので日中の注意、それと同時に夜間の首姿勢もぜひぜひ注意してください。今回は頚椎症性神経根症と診断された患者様、また片側の手や腕に障害、痛み、しびれ、感覚が鈍い、手に力が入らない、そのような方の予防としても重要なやってはいけないことについてお話をしました。皆様ぜひ注意して症状を軽く、できれば症状をなくす努力をいたしましょう。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。